洗面所からこんにちは、ルソレルです。今回は水やりしながら取り留めのない話をする動画です。これは以前種をまいたひまわりです。もうちょっとで花が咲きそうです。これはうまく開ききらなそうですね。全然見えへんけど、このつぼみの下にあと2つつぼみが控えてるんで、そっちに期待です。最初は今よりももっと鉢の水はけが悪くって、水やりするたびに株が浮き上がって動いてたので、高株とも根元が斜めになっちゃいました。適当に水やりするには鉢の水はけは重要ですね。同時期にひまわり以外にもたくさん種をまいたんですけど、他は全部根腐れと水切れで枯らしちゃいました。あと倒しちゃって枯らすっていうこともありました。プラカップって案外扱いが難しいですね。またいつかリベンジしたいと思います。これはアグラオネマです。2年くらい前に茎の途中から腐っちゃったんですけど、なんとか復活してくれました。養生っていうと袋かぶせたりして密閉させるっていうイメージが強いんですけど、そうすると私の場合はほぼ 100% の確率で溶かしちゃったりかびらしちゃうんで、他の元気な植物と同じように管理してました。全く葉っぱのない状態からここまで1年で復活してくれました。腐っちゃった理由を考えてみたんですけど、あんまり思い浮かばないんですよね。強いて言えば葉っぱの付け根に水が溜まってたのかなっていうくらいです。当時はすごい熱心に霧吹きをしてたんで、そのせいかななんて思ってます。今はもう霧吹きって何？状態です。これは芋から育てたグリーンベルベットですね。購入した親株よりも順調に育ってます。親株より順調なのは最初から我が家の環境で育ってるからですかね。この鉢はなかなか水が抜けへんくって水やりしにくいです。早く植え替えたいって思いつつもなんかやる気が起きずそのままにしてます。毎回気遣いながら水やりするよりも一回植え替えた方が後々絶対楽やって分かってるんですけど、まあそういう時もありますよね。これはポトスですね。購入したものは何株か寄せ植えになってたやつなんですけど、うちの環境に順応したのはこの1株だけでした。全滅じゃないんで OK です。まだ他の株が生きてる時は気に入ってる鉢カバーに合うように4号ロングの鉢に植えてたんですけど、ロング分の土を持て余してる感じがしたんで、我が家ではポトスはロング鉢じゃない方がいいかなと思いました。今の鉢は IKEA のやつです。このシリーズお気に入りでサイズ違いで何個か持ってます。もともと鉢カバーとして売られてて、ドリルで穴を開ければ鉢としても使えますよっていうタイプの商品です。我が家の園芸用品は結構 IKEA のものが多いですね。この手袋も IKEA ですし、水切りとして使ってるケーキクーラーも IKEA です。このケーキクーラーは便利でお気に入りです。足が畳めるんで収納しやすいです。こんな風に洗面台である程度水を切って、その後は風通しのいい場所にケーキクーラーごと移動させて鉢底を乾かしてます。水やりした後って鉢底が濡れるんですよね。いや当たり前なんですけど、鉢カバーを使ってた時は鉢カバーが受け皿代わりになってたんで、あんまり気にしてなかったんですよね。それが鉢に直接植えるようになって、受け皿を使ってない我が家では鉢底が濡れるイコール置き場所が濡れるってなっちゃったんですよね。一個一個拭くのは面倒なんでケーキクーラーの上で乾かしてます。このタイビューティーは別の鉢に植えてたんですけど、あんまりしっくりこやんかったんで、ポトスと同じ IKEA の鉢に植え替えました。満足です。
めっちゃ元気なんですけど、水切れするとすぐに葉先が茶色くなっちゃうんで、綺麗に育てるのが難しいですね。しかも結構水を吸うのが早いんですよ。気ついたら鉢が軽くなってます。あと、葉裏の紫色がどんどん薄くなってきてるのも悩みですね。薄いどころじゃなくて、全く紫じゃなくなってきてますね。かなり育成ライトが当たる場所に置いてるんで、光量は足りてると思うんですけど、実はまだまだ光量が足りひんのか、逆に強すぎるんか、ライトの紫外線量が足らんのか、わかりませんね。あ、これはちょっと前まで瀕死やったインドクワズイモです。意味わからんスピードで復活してくれました。ありがとう。あと危機を感じたからか小株もいっぱい出てきました。これはちょっと想定外です。我が家は1品種1鉢スタイルなんで、今後もどうにかこうにか1鉢をキープします。それにしてもスリット鉢はジャバジャバ水やりしやすくていいですね。蛇口ダイレクトスタイルの強い味方です。前はちゃんとじょうろを使ってたんですけど、今は液肥とかを混ぜへん場合は蛇口からそのままあげちゃいますね。鉢の中の空気を総入れ替えするイメージでダバダバ水をあげたいんで、いちいち汲むのが面倒になっちゃいました。育て始めた頃は水やりはじょうろを使ってやるものって思い込んでたんですけど、何でも自分の性格とか環境に合わせて最適化するって大事ですね。このアロカシアはリバーサとして購入したんですけど、なんかちゃうような気がするなって思ってたら、親切な方がリーガルシールズではって教えてくれました。購入した時は葉っぱの上の切り込みがすんごい浅くってほぼ楕円形の葉っぱやったんですけど、成長するにつれてだんだんと切り込みが深くなってきました。この丸みのある切り込みが可愛いです。今でも結構大きくなったなーっていう印象なんですけど、まだまだ大きくなりそうな雰囲気です。アロカシアって売ってる時は茎が細くって繊細そうで、風にそよそよ揺れて可愛い感じのものが多いと思うんですけど、結構たくましい感じに大きくなりますよね。無機質な土で育ててるから余計にたくましい感じになるんですかね。何にせよ可愛いですね。エバーフレッシュですね。この夏にわさわさ伸びて全然映ってませんが、花芽も上がってきました。嬉しいです。葉っぱがところどころ黄色くなってるのは多分肥料不足です。外から見た感じやとマガンプもほとんどなくなっちゃったみたいです。植え替えたい鉢があるんですけど、ちょっと大きいんでまだ我慢してます。できればもっと根っこが回って、この鉢の形のままカポって抜けるようになってから植え替えたいですね。来年くらいかな。楽しみです。これで一旦水やりができたんですけど、ここからは液肥とかをあげます。今回はメネデールだけですね。ほんまは水やりする時の水を全部溶液にした方がいいのかもしれないんですけど、水をジャバジャバあげたいタイプなんで、全部を溶液にするとちょっと大変なんですよね。なので液肥とかは最後だけあげてます。セラミスがもう水を吸った状態なんで、もしかすると溶液が素通りしてるだけかもって思ってたりもしたんですけど、エバーフレッシュを見る限りそんなことはなさそうです。最後にでかいのも水やりします。見切れてて何もわからないんですけど、7号のパールアカシアです。
意外とケーキスタンドが丈夫で7号を水やりしてもあんまりたわまないんですよね。なのでいつも洗面台で水やりをしてちょっとホコリで汚れてきたなーっていう時はお風呂場で全体に水をかけてます。4月頃はすんごい調子よくって新芽わさわさっていう感じやったんですけど、5月に急に葉っぱがほとんど落ちちゃってそこから不調です。オージープランツは蒸れに注意って聞くんで根腐れかって思ったんですけど、少なくとも鉢の側面から見えてる根っこはめっちゃ元気そうなんですよね。でも中心は根腐れしてるんかもって思って水やり頻度を減らしてみても解消されなかったんで、今は逆に水やり頻度を増やしてみてます。そうすると葉っぱの落ちる量が目に見えて減ったんで水枯れやったんかなーって推測してます。新芽も出てるとはいえまだ本調子ではないんで心配ですね。というわけで水やりしながら取り留めのない話をする動画でした。